三菱ケミカルグループは国内外の企業が一つのチームとしてさらなる成長に向けた競争力の強化を実現するためにデジタル変革を推進しています。また、全従業員がスマーターエンプロイーになることを目指しており、デジタルを活用してさまざまな変革を自ら実践することが求められています。業務のデジタル化も IT 部門だけが進めるのではなく、現場の従業員たちが思いついたアイデアをすぐにその場で実現していく市民開発もスマーターエンプロイーの目指すところの一つだと思います。すべての従業員が簡単で安全にアプリを作るために導入したのがマイクロソフトパワープラットフォームです。社内でリリースしたのは2022年7月のことでした。2022年7月に初めてパワープラットフォームに接して以来、自分自身でアプリを開発したり、他のメンバーをサポートしたり、パワープラットフォームの活用を推進するために様々な取り組みを行っています。実際に現場で使われているアプリの一つがバルブチェックアプリです。工場では一つのラインで複数の製品を生産するケースも少なくありません。例えば品種切り替えに際し100を超えるバルブの開閉操作が必要になるケースもありますが、チェックする担当者には大変な負荷がかかります。製造現場からこの相談があった時にパワーアップスで解決できると思いました。すぐにプロトタイプを作り、現場でトライアルを繰り返しながら完成させました。同じことを設備的なインターロックで実現させるには数億円の費用が必要だったようです。もともとプログラミングの経験は全くなかったのですが、新入社員研修の一つにパワープラットフォームがありました。自分のアイデアがすぐに形になるのがとても面白く、事業所に着任した後、いくつものアプリを自分で開発しました。パワープラットフォームでアプリを開発している人はたくさんいましたが、他の事業所には認識されず、関心の低い上司もいるといった課題が見えてきました。そこで全国からアプリ開発者を集め、晴れの舞台として事例を展示するイベントを企画いたしました。全国の事業所から24名の開発者が集まり、見学に訪れた来場者は300名を超えました。来場者アンケートによると、約 70% がアプリ開発への意欲を高め、約 90% は活用アイデアが浮かんだと答えており、とても大きな成果を感じています。アプリ開発のプラットフォーム導入にあたって重要となるのがセキュリティ対策です。セキュリティの強度を高めすぎると市民開発者のモチベーション低下につながります。このバランスを取ることが難しかったですが、マイクロソフトさんから事例を紹介いただき、うまく導入することができました。アプリ開発を経験した従業員の数は1500人を超えています。これは国内でもトップレベルの数字だそうです。現場の空気も変わってきており、60歳代のベテラン社員も積極的に学ばれていたり、課題解決の手段としてデジタルを活用するという機運も高まっています。育休から戻ってきたけれどブランクで自信を失ったという方がいらっしゃったのですが、パワープラットフォームを勉強しアプリを作ることで自分自身の成長を感じて生き生きと働けるようになったそうです。他にも複雑なチェック作業をアプリ化することで不安がなくなったという方もいました。定量的な成果だけではなく、こういったところも重要だと感じています。市民開発のプラットフォームを構築してもアプリ開発を浸透させていくことは簡単ではないと思います。自発的に活用して周りに広げていこうとする現場のアーリーアダプターはとても心強い存在です。市民開発をさらに進めるためにマイクロソフト Teams 上にアプリカタログも設置しました。作ったアプリを公開し、みんなに使ってもらうことでスマーターエンプロイーが増えていくと確信しています。